はい、というわけで皆さんどうもこんにちは、奥沢でございます。先日ね、この新しいソニー、50mmF1.4GM のサイズのね、55mmF1.8 と比較した動画を公開したんですけど、やっぱりね、この 50mmF1.2GM と、比較してほしいっていう声がね、結構多くてですね、なんで、私が先んじてこの2つ比較していきたいなというふうに思います。じゃあそしたら早速ね、この2つ、まずはスペックから比較していきたいなというふうに思うんですけれども、当然 F1.2 と F1.4 です。これがどれだけ違うのかっていうのは結構気になるポイントですよね。で、重量で言うと、このね、F1.2 の方が 778g。で、F1.4 の方が 516g ということで、その差は262g と。だいぶ違います、やっぱり、この 262g の重さっていうのは。で、最短撮影距離の違いは、このね、F1.2 の方が、0.4 メートル。で、この F1.4 の方が、オートフォーカスで 0.41 メートル。マニュアルフォーカスで 0.38 メートルなんで、そうですね、マックス2センチの差。なんで、気になる人は気になるんですかね。僕はぶっちゃけ全然気にならないです。その2センチだったら。で、あとね、フィルター径も違います。F1.2 の方は、フィルター径が 72mm なんですけど、F1.4 の方はフィルター径が 67mm となってます。で、次はね、この外観的な違いなんですけれども、ほとんど一緒です。フォーカスロックボタンも2つあるし、当然、オートフォーカス、マニュアルフォーカスの切り替えもあって、あとは絞りリングのクリックオンオフの、スイッチもついてます。1個だけ違うのが、この 50mmF1.4 の方には、アイリスロックがついてます。僕はこれ、使ったことないんですけど、嬉しい人には嬉しいんでしょうね。アイリスロックはこの F1.2 の方にはついてないです。外観スペック的な比較はそんな感じなんですけど、そしたらね、その写りの違いっていうのも今度見ていきたいなと思うんですけれども、その前にですね、本日のスポンサーであるストーリーブロックスのご紹介です。僕先日香港で動画を撮ってきたんですけれども、ドローンの撮影がしたかったんですけれども、ちょっと予算とか時間の都合でできなかったんですよ。でも諦めきれない。そんな時に僕はこのストーリーブロックスにアクセスして、自分が欲しい映像素材をダウンロードして自分の作品の中で使ってます。ストーリーブロックスは個人商用問わず様々なロイヤリティフリーの素材をもう無制限にダウンロードして使えるサービスになってます。扱ってるのは映像素材からモーショングラフィックス、テンプレートといったものもあるし、写真やイラストレーション、音楽やサウンドエフェクトまで様々なクリエイティブで扱える素材を取り揃えてます。ダウンロードできる素材は 4K っていうハイクオリティのものも非常に多くあって、本当自分が欲しいものをキーワードを入力するだけで簡単に見つけることができます。で、現時点でダウンロードできる素材っていうのは本当膨大な量があるんですけれども、日々まだ新しいものがどんどん追加されていっているので、概要欄の方にリンクがあるので、ぜひね、そちらから確認していただければなというふうに思います。はい。というわけでお待たせしました。じゃあそしたらね、この、F1.2 と F1.4 の GM レンズ、この2つね、値段差がね、だいたい10万円ぐらいあるわけですよ。果たして写りにその価値があるのか、それをね、見ていきたいなというふうに思います。じゃあまず最初は、ボケ感からなんですけど、F1.2 と F1.4 でどれだけボケ量が違うのかっていうのを、ちょっとね、皆さんにね、まず判断してもらおうと思って、でみんなにはこのね、左右どっちが F1.2 で、どっちが F1.4 なのかっていうのを、ちょっとね、当ててほしいと思います。じゃあいきますよ。ドン。はい、わかりました。ちょっとね、スマホとかで見てる人には本当わかりにくかったかなとは思うんですけど、答えはですね、左が F1.2 で、右が F1.4 です。これはね、正直ね、ボケ量の差っていうのは、あんまりわかんないです。いや、もちろん拡大して、パソコンとかで大きくしてぐーっと見れば、こっちかなっていうのはわかるんですけど、もうパッと見じゃね、ほとんど区別がつかないのが、正直なところですね。はい。なのでね、F1.2 の方がボケ量がもう F1.4 よりすごいんだと思って期待して買うのはちょっとね、違うかなっていう気はしました。これ見てもらったらね、もうちょっと分かりやすいかなと思うんですけれども、左が F1.2、右が F1.4 で、この四角が縦横1センチなんで、確かに F1.2 のこの浅いピント面っていうのは、魅力の一つかなと思います。
で、色周差もここでちょっとせっかくなんで見ていきたいなと思うんですが、ぐっと寄ってみると、まあそうですね、わりかし両者とも出てますね。なんか出方が違うんで、まあ、正直これどっちの方がいいとはまあ言い難いかなっていう気がするので、まあここに関しては引き分けですかね。はい。ではね、お次はね、改造感を見ていきたいなと思います。で、これ、両者とも開放で撮ってます。センターのあたりは、まあ、両方ともしっかりこれは改造してるかなっていう気はするんですが、まあ、若干気持ち F1.2 の方がセンターは改造してるかなという気が僕の画面では見えるんですけど、ほんと気持ちですよ。でも YouTube 上ではこれわかんないと思います。右下にグッと行ってみましょうか。ビネットはね、F1.2 の開放の方が強く出てますね。で、改造感で言うと、やっぱりね、気持ち F1.2GM の方が端っこも改造してるなって開放状態では感じますね。ただしね、1.2GM の方が色周差はなんかやっぱり強く出てる気がします。で、お次はね、両者 F2.8 です。で、これ今見てもらってるのがセンターなんですけど、まあセンターはね、はい、両方ともまあしっかりと改造しているかなっていう感じです。これ見てもらったらわかるかなと思うんですけど、右側 F1.4GM の方が明らかにこの改造力っていうところで言うと甘いなっていう感じはします。で、お次は F4 を見てみたいなと思います。はい、こちらがね、F4 のセンターになります。やっぱ気になるのは右端ということでぐーっと行ってみると、まあ、圧倒的に違いますよね。F1.2 と F1.4 は。はい。というわけで、まあ、改造力で言うと、まあ、開放時には、まあ、両者そこまで大きな差はなかったかなっていう感じだったんですけど、ただね、2.8 とか4とか、まあ、ちょっとずつ、まあ、絞っていくと、明らかに改造力っていうのは F1.2GM の方がもう高いかなという感じでした。次はね、ちょっとフリンジがどのぐらい両者出てるかなっていうのを見ていきたいなと思うんですけど、まあ、ぐっとこのぐらい寄ってみても、そんな出てる感じはしないですね。さらにぐーっと寄っていっても、そうですね、パープルフリンジ自体は、まあ、そこまで極端な出方はしてないかなという気はします。なんで、両者ともないとは言わないんですけれども、ただ、だいぶ抑制されてるなっていう気はします。これに関してはもうほんと引き分けでいいんじゃないかなと思いました。次にね、ちょっとボケ玉の綺麗さっていうところも見ていきたいなと思うんですけれども、こうやって見るとね、まあ明らかに違いますよね。で、右側の F1.4GM の方が、縁にね、ちょっとね、緑がかってるなっていう感じがして、まあ、ケースバイケースだとは思うんですけど、僕の環境だと、左側の F1.2GM の方はそんなこともなく綺麗に出てるんじゃないかなと思います。では最後にね、ちょっとフレア、ゴーストの差も見ていきたいなというふうに思うんですけれども、これもですね、まあ、両者ともかなりエクストリームな状態なので、結構出てるっちゃ出てるんですけれども、でもやっぱりね、この辺りを見ると、F1.4GM の方が、まあ、ゴーストは出てますよね。F1.2 の方が、そうですね、まあ、ゴーストっていうところは結構、まあ、この辺りを見ても、抑えられてるんじゃないかなという気がします。クレアっていうところで見ても、コントラストがやっぱり高いのは F1.2GM なので、クレアが抑えられてると言っていいんじゃないかなというふうには思います。はい。というわけでね、まあ、移り回りもいろいろ見てきたんですけれども、どうです皆さん。ここまでで、10万円の差を感じます？そうですね。これをどう評価していいのか。まあ、確かに F1.2GM の方が、まあ、ちょいちょい勝ってるなっていう気はするんですよね。移りとかにおいては。でも、やっぱり、この F1.4GM の小型軽量差っていうところは、まあ、そうですね。これは結構でかいポイントだと思うので、ここにおいて10万円の差って言われると、いや、まあ正直これ超悩むと思うんですよ。10万円の値段差っていうことを考えると、F1.4 でいいんじゃないかなっていう気はする。で、レンズを評価する指標って、まあ今日見てきたもの以外にもいろいろあると思うんですよ。なので、まあどこを皆さんが重視するかによって、やっぱりね、どっちに行こうかっていう判断は、まあ変わってくるかなというふうに思うんですけれども、まあこの動画がね、ちょっとでもその判断の参考になれば、まあやった甲斐はあったかなと。
はい、いうところでございます。まあでも面白いですね。なんかこう、レンズレビューをするときに、なんか YouTuber のお気持ち表明みたいなじゃなくて、しっかりとこうやってね、差を検証していくことも、まあ大事かなというふうに思ったので、また今後もね、なんか検証してほしいという声があれば、こんな形でやっていければなというふうに思うので、はい。というわけで、本日の動画は以上となります。はい、またぜひよろしければね、チャンネル登録等々もしていただいて、次の動画でお会いしましょう。ピース。